はいどうも皆さんこんにちは。今回は大御所時代についてお話ししていきます。まず最初に大御所時代とは何かというと、徳川家斉が政治を行っていた時代のことです。しかし徳川家斉が幼い頃は前回の動画でお話しした通り、松平定信が代わりに政治を行っており、その時の改革を寛政の改革と呼びます。なので大御所時代はそれ以降の話です。この時代はたくさんのことが起きたので一つの動画では話しきれません。ということで大御所時代については国外の話と国内の話で動画を分けています。今回の動画は国外の話、次回の動画は国内の話です。それではまずこの頃の日本と海外の関係はどのようなものだったのかということから振り返っていきましょう。江戸時代の日本はいわゆる鎖国の状態でした。といっても以前の動画でお話しした通り、4つの口が開かれており、国外との関わりがなかったわけではありません。つまり江戸時代の日本は幕府の管理下で交流を行うという姿勢でした。しかしそのような姿勢をとる日本とは裏腹に、世界はこの頃大きく揺れ動いていました。ヨーロッパではフランス革命が発生し、支配体制が大きく変化。その影響は世界中に広がっていきます。もちろん日本も例外ではありません。日本が交流を行っていたオランダもフランス革命に巻き込まれたのです。こうして日本とオランダの交易は中断の危機に直面。日本としてもオランダを失えば海外の情報が伝わらなくなってしまいます。こうして日本は世界史へと巻き込まれていったのです。この頃の日本の対外政策というと、蝦夷地政策がありました。当時の蝦夷地にはロシアが接近してきており、幕府はその対応をしなければならないという状況です。そんな中で幕府は近藤重蔵や間宮林蔵といった人々を千島や樺太に派遣して、さらに調査を進めています。この調査の後、幕府はこのまま松前藩に蝦夷地を任せていたら経済的にこらえきれないだろう、幕府が蝦夷地を直轄化すべきではないかと考えるようになっていきます。直轄化賛成派と反対派の間でいろいろと議論はあったのですが、最終的に妥協策として蝦夷地の約半分を直轄化しています。そのような状況でロシアからある人物が派遣されてきます。レザノフです。レザノフはロシアの外交官として活躍した人物です。彼の目的は日本との通商、長崎に来航して交渉を求めたのです。ここで思い出してほしいことは前回の動画の内容です。前回の動画ではロシアからやってきたラクスマンに対して、貿易がしたいなら長崎へ行ってくれと伝えたという話をしたと思います。その時はラクスマンを追い払うために言ったことですが、ロシアはその約束を守り、長崎にレザノフを派遣したのでした。こうして実際にロシアが長崎にやってきたとなると、さすがに幕府も対応しなければなりません。この時のロシアの要求は、長崎以外の港も開いてほしいという要求でした。これに対して幕府は長崎まで使者を出し、長崎奉行所でレザノフと交渉に臨むのです。結局日本は通商を拒否。約半年待たされたレザノフは怒りましたが、すでに武器を取り上げられていましたので抵抗することもできず、ロシアへと帰っていきました。こうしてレザノフはおとなしく帰っていきましたが、彼が日本にやってきたことが全くもって無駄だったというわけではありません。幕府はもし異国船が食料や水、薪を要求したら与えるようにせよ。特にロシア船は丁重に扱えというお触れを出しました。これが文化の武術例です。しかしレザノフは長崎での対応を見て、武力で日本を脅して通商の道を開くしかないと考えました。こうしてレザノフは樺太と択捉島を部下に襲撃させるのです。これを受けて幕府は蝦夷地すべてを直轄化、蝦夷地の防御を強化していきました。このような状況で現れたロシア人がゴローニンです。ゴローニンは太平洋の海図を作ろうとして千島列島周辺を測量していた人物です。その測量の過程で国後へと到着すると、ロシアの接近を警戒していた日本人がゴローニンを捕まえました。こうしてロシア人ゴローニンは松前へ連行され、ロシアと日本の間に緊張が走ります。ここでロシアは日本人を捕まえてゴローニンと交換しようと考えるのです。こうしてロシアは高田や貨幣、
という人物を捕まえてカムチャッカへと連行、貨幣から日本の情報を聞き出していきます。その際に貨幣は、日本が怒っている理由は樺太と択捉を襲撃したからです。日本はロシアの謝罪を望んでいますと説明。これによってロシアと日本の間の緊張が解けていきます。ロシア政府は日本に対して、この前の襲撃はロシア政府の指示ではない、襲撃したロシア人は処罰したと状況を説明。これに日本側は満足してご浪人を釈放、日露関係は改善されたのです。一方、視点を変えてみると、幕府が北方に気を取られている間に南の長崎で事件が起きていました。フェートン号事件です。どのような事件かというと、イギリスの軍艦フェートン号がオランダ船のふりをして長崎に侵入し、オランダ船だと誤認した日本側のオランダ商館員が近づいたところを拉致した上で食料や薪、水を要求するといった事件です。食料や薪、水を奪った後にフェートン号は長崎を後にしましたが、この事件により長崎の警備は万全ではないということが知れ渡りました。その後、幕府は長崎の警備を増強し、長崎は緊張状態が続いていきます。さて、再び視点を変えてみましょう。次は常陸の国でのお話です。この頃、常陸の国周辺の海にはたびたび外国の船がやってきていました。とはいえ、外国の船を見かけたと報告すれば取り調べに時間がかかり面倒なので、周辺に住んでいた人たちは見て見ぬふりをしていたそうです。しかし、一人の漁師が近づいてみると、彼らが何をしていたのかが判明します。クジラを捕まえていたのです。外国の船はその漁師をもてなして、我々はクジラを捕まえるために遠路はるばるイギリスから来ている。日本人は目の前にクジラがいるのに捕まえない。ぜひクジラの捕まえ方を知るべきだと主張し、一連の漁の流れを見学させました。こうして日立の漁師はイギリスの船と仲良くなり、物々交換を始めるのですが、言ってしまえばこれは密貿易です。そのような事態を幕府が見逃すわけがありませんでした。こうして出されたのが異国船打ち払い令です。この命令は読んで字のごとく、異国船が近づいてきたら打ち払えという命令です。その目的は、異国船と民衆の交流を禁じること、および日本近海への異国船来航を阻止することでした。こうして幕府は異国船打ち払い令を出して鎖国体制の持続を目指したのです。その異国船打ち払い令が出ていたため攻撃された船があります。モリソン号です。モリソン号というのはアメリカの商船のことで、漂流した日本人を日本に送り返そうとした船でした。もちろん裏では日本との通商を求めるつもりだったという思惑があったのですが、日本では異国船打ち払い令が出ているのでモリソン号を撃退。モリソン号は浦賀を離れて鹿児島へと行き、再び接触を試みますが、ここでもほとんど同じ対応で、砲撃されるのを見たモリソン号はマカオへと帰っていったのです。このような幕府の対外政策を見て、国内からは批判の声が上がります。蘭学者の高野長英は夢物語を表して、異国船打ち払い令を続けると海外から反感を買い、大きな害を及ぼすと論じ、渡辺崋山は新規論を表して、異国船打ち払い令は厳しすぎて航海に害がある。イギリスが日本に敵対する名目になるかもしれないと論じました。要するに幕府の政治を批判する本を書いたのです。これに対して幕府は両者を逮捕。これが蛮社の獄です。最終的に高野長英は脱獄して逃亡生活を送るようになり、渡辺崋山は自宅謹慎中に自殺しました。このように日本は対外政策をめぐり緊張した状態になっていったのです。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画では大御所時代の対外政策について見てきましたが、ポイントは日本の外国に対する姿勢が変わっていったということです。以前は幕府の管理下で交流を行うという姿勢だったのが、外国を排除して武力で撃退するという姿勢に変わったのを理解できたでしょうか。とはいえ、今回の動画は大御所時代の国外の話しかしていません。ということで、次の動画では大御所時代の国内の話をしていきます。それではまた次の動画で。